大好きな人に家族の命を奪われた時、それでもあなたはその人の味方でいられますか。2022年9月26日、アメリカカリフォルニア州フォンタナ。道路沿いに止まっている車の中で一組の夫婦が言い争っていました。サバンナは俺と一緒に暮らすって言ってんだろ。あなたのそばになんて置けるわけないわ。互いに睨み合い声を荒げていたのは夫のアンソニー・ジョン・グラジアーノとその妻トレイシー・マルティネス。別居中だった2人は15歳の娘サバンナの親権について揉めていたのです。当のサバンナは後部座席に座り、両親の口論を黙って聞いていました。もう話にならないわ。そう叫ぶと車から飛び出した母親のトレイシー。すると父アンソニーは去っていく彼女を容赦なく射殺。そして娘のサバンナは殺人犯となった父と共に逃亡を決断するのです。母親を殺害した父と共に逃亡することを選んだ15歳の娘。殺人さえも肯定したそのいびつな親子関係とは。少女にとってその男は父であると同時に歪んだ目的を共有する悪友だったんです。おさすけんちゃんです。いや、みやみこです。M1 見ました？うちでね、M1 の日に毎年ね、ちょっと友達を呼んで M1 を見る会みたいなのやってまして。ほんと毎年やってたっけ、そんな。毎年やってるんです。本当に？はい。まあぶっちゃけ去年からなんで。あ、去年からな。はい。友達たちと誰が優勝するか決めるみたいな。僕当たったんですよ。拓郎優勝したじゃないですか。僕拓郎見たこともなくて、てかほとんど見たことなかったんですけど、僕浪人してるじゃないですか。僕拓郎だったんですよ。はい。だから拓郎っていうなんか安易な理由で、理由がくだらなすぎて。くだらないんですけど。でもあなたが一番面白かったのは誰なの？でも拓郎だったわ。そうなのね。じゃああなたのお笑いセンスはやっぱ世間と一致してるってことね。一致してるし、でもなんかちょっとやっぱ気になるのは、審査員に粗品来ないのかなっていう。まあ来たら来たでね、W が話題になってたから面白そうよね。そう。でもなんか過去の点数の基準が全部ぶち壊れそうだなっていう運営の思惑もあるんだろうな。大体みんな90点以上つけるからね。でもブレがあったら70点とかつける人がいたら結構ぶっ壊れちゃうんじゃん。ぶっ壊れちゃう、ね。その人の一存でさ、1位2位が決まっちゃうみたいなことでしょ。そうなんですよ。だからそのバランスもねとか思いつつも、審査員が一新したりとかしても面白いかなとか、いろんな観点で見れる大会だったなと思いつつテレビのディレクターみたいな視線で見るんじゃないわよ。というわけでね、皆さんの好きなお笑い芸人をね教えていただければと思います。今回はアメリカカリフォルニア州で起きた事件をご紹介します。この事件ではある女性が夫によって殺害されてしまうんですが、現場に居合わせた15歳の娘は殺人犯の父と一緒に逃げることを選択したんです。なんで？逆らえなかったってことなんじゃない？それは。それがですね、驚かされることに、娘は強制的ではなく自らの意思で父と逃げる選択をしたんです。物語はこの親子と警察の壮絶なカーチェイスから始まるんです。その場面においてもわずか15歳の少女はただの傍観者ではなかったんです。危険な逃走。2022年9月27日、アメリカカリフォルニア州ヘスペリア。午前11時、砂漠地帯を走る州間高速道路15号線は騒然とした空気に包まれていました。時速170キロを超える猛スピードで逃走するピックアップトラックに追跡する複数台のパトカー。トラックの後部座席からはライフルによる銃撃が繰り返され、けたたましい銃声が絶え間なく鳴り響いていました。くそ、やられた！フロントガラスやエンジン、ラジエーターなどを撃ち抜く正確無比な銃撃により、すでに3台のパトカーが走行不能に。一般車両にも流れ弾が当たり、多数の被害を出しながら渦中のトラックは逃走を続けていたのです。警察はその車に乗る犯人を凶悪武装犯と判断し、無線を飛ばしました。援護できるヘリはいるか？問題ない。武力行使の準備はできてる。高速道路の上空には機関銃を携えたヘリコプター。空からの攻撃に備え、地上で追跡を行っていたパトカーに犯人のトラックと車間距離を取るよう命令が下されます。警察にそれだけの厳戒態勢を取らせるその車に乗るのは一組の親子。そして後部座席から発砲を繰り返し、パトカーを何台も故障させている犯人は15歳の少女だったんです。15歳の少女が父親とタッグを組み警察に応戦している異常事態。そのいびつな親子関係は彼らを取り巻いていた複雑な家庭事情から生まれたのです。時は遡り、事件から2ヶ月前の2022年7月、カリフォルニア南部の都市フォンタナのとある民家からは激しい怒声が響いていました。くたばれ、この猿どもが！怒りをあらわに声を張り上げるその男はアンソニー・ジョン・グラジアーノ。
彼が怒っていた理由はたった今妻の実家であるその家を追い出されてしまったため。一家はもともと住んでいた家の賃上げによって家賃が払えなくなり、最近妻の実家に引っ越してきました。そうなってしまった理由は一家の主であるアンソニーが長く働くことを拒否していたから。それゆえ彼は義理の母から好かれておらず、その家への出入りを禁じられてしまったのです。だらしない旦那だったのね。それ働きもせずにさ、実家暮らしなんか始めちゃったら両親たちもそんないい顔しないわよね。単にだらしなかったというよりは、アンソニーには仕事より優先したいことがあったんです。アンソニーが頑なに働こうとしなかった理由は、彼がいわゆるプレッパーの活動に夢中になっていたため。プレッパーというのはいずれ政府が崩壊する、世界の終末が訪れるという終末思想を持ち、その時に備えて行動する人々のこと。彼らは自分の身は自分で守ることを信念としており、備蓄用の食料、武器、弾薬などを買い揃えています。アンソニーも例に漏れずプレッパーの民兵組織に参加していたほか、様々な武器を買い込んでいました。アンソニーがその陰謀論のような思想にはまってしまったのは、彼が薬物依存だったことが関係しています。アンソニーの薬物依存は重度のもので、スマホを通して誰かに監視されていると妄想を募らせ、スマホのカメラをテープでぐるぐる巻きにしてしまうほど。リハビリ施設にももう何度も出入りしていました。義理の母が同居を嫌ったのは、働かないこと以外にも薬物の影響で妻への DV やモラハラがひどいこと、有色人種への差別発言が目立つことなども関係していたといいます。妻の実家を追い出されて以来、アンソニーは愛車のピックアップトラックを公園や駐車場に止め、そこを寝床に。そして週末になるといつもその車へやってくるのが15歳の娘サバンナでした。パパ大丈夫？ちゃんとご飯食べれてる？そう、サバンナは家族の中で唯一父アンソニーの味方。アンソニーが家を追い出された際には、パパだけ一人ぼっちでかわいそうだと家族に泣いて訴えたほどでした。仕事で忙しい母トレイシーに比べ、働いていない父アンソニーは子供と過ごす時間が圧倒的に長く、娘のサバンナからは好かれていたのです。サバンナは悩み事があればいつも父親に一番に相談するほど彼を信頼していました。そんな彼女のこと、平日は学校へ通う必要があったため母親の実家で生活していましたが、週末にはいつも父親のトラックへ泊まりに来ていたのです。だから薬物依存の問題とか妻への DV とかあったけど、珍しく子供には優しかったのね。ただね、それを踏まえたとしても、サバンナの父親と一緒にいたいというその欲求っていうのはもはや病的だったんです。娘の選択。夫アンソニーが家を出て間もなく、妻のトレイシーは離婚を決意。そのことをアンソニーに伝えて以来、彼はトレイシーの職場まで付きまとい、建物に入るのを妨害するなどの嫌がらせをするように、首を絞める、殴りつけるなどの暴力に走ることもあったといいます。アンソニーがそこまで過激な行動に出たのは、娘のサバンナについて妻が単独親権を取ろうと考えていたため。アンソニーとしては自分に懐いているサバンナを妻に取られてしまうことは絶対に避けたいことだったのです。そして夫婦関係の緊張が最高潮に達したのが、アンソニーが家を追い出されて2ヶ月後の2022年9月26日。フォンタナのサイプレス小学校前に止められていたピックアップトラックの中で夫婦は口論になりました。あなたなんかにサバンナは任せられないわ。サバンナの親権を取られそうな状況に突っかかってくる夫を妻トレイシーは激しい剣幕で突っぱねていました。それも当然のこと。仕事をしていないアンソニーは風呂にも入れず、食事にもまともにありつけていない状況。愛車のローンももう3ヶ月も滞納しており、娘と一緒に暮らしたいという言い分はどう考えても無謀だったのです。うるせえ、サバンナが俺といたいって言ってんだろ。後部座席にサバンナがいるのもお構いなしに妻を殴りつけるアンソニー。妻トレイシーは助手席のドアを開け、必死にその場を逃げ出そうとしますが、アンソニーは彼女の体を押さえつけ、それを許しません。そして驚かされるのは、ここで娘のサバンナが車の外へ出て、母親が逃げないよう助手席のドアを閉めたこと。このタイミングで車を発進させたアンソニーはバックした際に後ろの親子連れの車に衝突。親子連れが怒って追いかけてくると銃を取り出し、その車へ2度発砲したのです。幸い親子連れに怪我はありませんでした。一方、妻のトレイシーはアンソニーが発砲したその瞬間、車が停止したために助手席を降りて走り出しますが、アンソニーは逃げる彼女を容赦なく射殺。地面に崩れ落ちた妻を気にする様子もなく、娘のサバンナを乗せたまま逃走したのです。いや、妻を殺しちゃったこともそうなんだけど、一番驚きなのはさ、暴力振るってる父親の味方する娘のことよね。いくら父親が好きって言っても限度があるんじゃな。サバンナにとって大事だったのは、どちらが暴力を振るったかではなく、自分が父と母どっちの味方かということだったんです。
ここで本日のメトラキーワード、内集団バイアスについて。内集団バイアスとは、自分が所属している集団の人間に対し無条件に高く評価する心理傾向のこと。人間は家族や会社の部署、趣味のグループなど自分の所属しているグループを優れていると認識することで自尊心や社会における価値を保とうとします。この心理傾向からその人がどんな行動をとっているかよりも自分の味方かどうかが評価の基準になってしまうことも。例えば2009年のアメリカプリンストン大学では卒業生の子供の合格率が 41.7% だったのに対し、通常の学生の合格率は 9.2%。卒業生の身内であるか否かだけで合格率に 4.5 倍の差が認められたといいます。アメリカの大学で卒業生の身内の合格率が明らかに高いことは内集団バイアスの典型例とされているのです。サバンナの中で父親に対する内集団バイアスが強く働いていたのは、親子が日頃から思想を共有していたためでもありました。週末、父と二人きりの車内で話すのは、彼が夢中になっている世界の終末への備えについて。動画をご覧の皆さんは、警察からの逃走劇の最中、銃撃を行っていたのが娘のサバンナだったことを覚えているでしょうか。そう、サバンナは父アンソニーがやがて来ると考えている世界の終わりに備え、以前から射撃訓練にたびたび連れ出されていました。彼女は自分専用の銃や装備なども買い与えられており、射撃の実力も90メートル先の的に正確に命中させられるほど。幼さゆえに染まりやすかったサバンナは父と終末思想を共有するうち、単なる親子ではなく唯一無二の戦友となっていたのです。また妻のトレイシーが単独親権を取ろうとした際、アンソニーは娘のサバンナにこう話していました。ママもおばあちゃんもみんなパパを追い出したいんだ。みんな俺たち二人を憎んでる。お前を愛してるのはパパだけだよ。これはもはやもう洗脳よね。言ってることが明らかにおかしくても、サバンナはもう父親と過ごす時間がめちゃくちゃ長くってさ、信用してたってことだもんね。これも言いくるめられてもおかしくないわよ。典型的なね、内集団バイアスですよね。殺人犯となった父を誰よりも信頼し、一緒に逃げることを選択したサバンナ。親子は果たしてどのような結末を迎えるんでしょうか。殺人犯を信じた末路。父親のアンソニーが母トレイシーを殺害した後、サバンナは殺人を犯した父親に自分の意思でついていきました。しかしサバンナがアンソニーの車に乗っていることを知った警察はこれを誘拐と判断し、緊急事態宣言アンバーアラートを発令。テレビやラジオ、スマホの通知、道路上の電光掲示板などにサバンナの写真やアンソニーの車の情報が表示され、州全域の市民に協力が呼びかけられました。この間アンソニーは息子たちに電話をかけ、彼らの母親であるトレイシーを殺害したことを告白。実をほのめかし電話を切ったといいます。その後車外にはほとんど出ることなく一日中走り続けていたアンソニーとサバンナ。人気のない道路や休憩施設、ガソリンスタンドなどを転々としながら、親子2人で人目を避けるように車の中で夜を過ごしました。そして翌朝9月27日の午前10時15分、トレイシーの殺害現場から約110キロ先のガソリンスタンドでサバンナがソーダを2本購入。誘拐されたという情報とは裏腹に怯えた様子もなく、ごく普通の受け答えをしていた彼女を店員は見逃しそうになりますが、あの車。その場に居合わせた客がアンソニーの車のナンバープレートや貼られているステッカーなどがアンバーアラートのものと一致することに気づき通報。アンソニーとサバンナは週間高速道路15号線で警察に発見され、激しい銃撃戦へ発展するのです。ガソリンスタンドの様子を見る感じだと、サバンナは父親が殺人を犯したっていうことに対して何も動じてないように見えるわよね。ちょっと不気味よこれ。まだね、15歳の少女ってことを考えると本当に複雑な気持ちですよね。警察が親子のピックアップトラックを追跡していた距離は実に66キロ。トラックは反対車線の逆走や突然の U ターンなどの危険運転を繰り返し、その間ガラスの割れた後部座席の窓から絶えずライフルによる銃撃が行われていました。次々に被弾し走行不能になっていくパトカー。警察はヘリコプターによる上空からの攻撃も視野に入れましたが、一般車両への被害を踏まえなかなか手を出せず、そして約30分間のカーチェイスの末、親子を乗せたトラックは事故渋滞に遭遇。ここが運命の分かれ道でした。午前11時12分、渋滞を避けるため未舗装の土手を登ろうとしたアンソニーのトラックはその土手を登りきれず路肩付近で停止。するとほぼ同時にその車から戦闘用のヘルメットとベストを着用した人物が降りてきたのです。
me! Come to me! Come, 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 come! Walk, 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 walk! Hey! Stop! Stop shooting her! She's in the car! Stop! 車を降りてきた人影が見えた瞬間、その場にいた21名の警察官は一斉に集中放火。そして撃たれたのは警察が誘拐の被害者として救出を目指していた娘のサバンナでした。サバンナは警察の投降の指示に従った可能性が高いとみられ、全くの丸腰で一番近くの警察へ向かって歩いていました。しかし軍人のようなその装いに武装しているに違いないと感じ取った警官たちは迷わず彼女を射殺。一番近くにいた警官は必死に撃つなと声を上げていましたが、100発以上の銃声とヘリの音にかき消され、その声は誰にも届きませんでした。そもそもトラックが停止するまでの銃撃は全て助手席や後部座席から行われており、運転席のアンソニーではなく娘のサバンナによるものと考えられています。その時点で誘拐された少女ではなく、武装した戦闘員とみなす警察官が多かったのです。サバンナが射殺されたのとほぼ同じタイミングで、アンソニーも車内で警察の銃撃を受け死亡。こうして強い依存関係で結ばれた父と娘は同じ場所で同じ時間に命を落とすことに。アンソニーの車からはライフルの他にも複数のハンドガン、数千発の弾薬、発煙筒、閃光弾、防弾ベストなどが、その他食料やキャンプ用品なども積み込まれており、親子が長期間の逃亡を想定していたことが伺えました。いやー、現場見るからに混乱してるしさ、サバンナが降りてきて即座に撃たれちゃったっていうのもちょっと無理ない気がするわよね。そこに関しては司法もやむを得なかったと判断したんです。ただ警察同士で連携が取れていなかったこと自体は問題視されたんです。投降しているように見えたサバンナが撃たれてしまったことも含め、当日の警察の指揮系統は明らかに混乱していました。親子のピックアップトラックを取り囲んだ警官は、路肩、高速道路の進入口、メインの道路の3方向からそれぞれ発砲している状況。合計21名が3方向から集中砲火を浴びせるその配置は、味方同士の誤射が発生する可能性もある非常に危険な配置だったといいます。実際、一般車両や商業施設などに被弾する被害が出ていたとも。これを受け、司法省はサンバーナーディーノ軍保安官局に対し、指揮系統の確立や車線管理に関する再訓練を勧告。一方で2025年3月、サバンナの射殺は故意ではなかったという最終的な判断が下され、発砲した警察官が刑事責任を問われることはなかったのです。たとえ母を殺害されたとしても、大好きだった父アンソニーのそばにいることを選んだサバンナ。犯罪者に従うことを意味するその選択は、彼女に悲劇の最後をもたらしました。アメリカでは毎年約26万人の子供が誘拐されていますが、その8割は親や親族によるもの。多くは離婚や親権争いのもつれをきっかけに誘拐が起きているのです。中にはアンソニーとサバンナのように依存関係ゆえにどんな手段を使ってでも一緒にいようとする親子もいるでしょう。離れたくないゆえ、真っ当ではない手段で子供をそばに置くことは、それでも親の愛だと言えるのでしょうか。